コンバースの原宿店でワンスターローファーというものを購入しました。これもですね、ちょっと家に帰ってからレビューしていこうかなと思います。はい、今自宅に帰ってきました。よいしょ。コンバースのアディクトラインのスニーカーを購入してきました。実際ちょっと中を見ていきたいかなと思うので開けちゃいますけど、こんな感じで、冊子みたいなのが入ってますね。紙も結構ピンク色で、いつものコンバースはやっぱりプレミア感が出ていて違うなと思います。よいしょ。はい、これが私が今回購入したコンバースアディクトラインのワンスターのローファータイプっていうかなり珍しいスニーカーになってます。両足揃えてみました。これちょっと見たことあるっていう人あんまりいないんじゃないですかね。コンバースって言ったらオールスターとかジャック・パーセル、ワンスターも最近はいっぱい出ているので見たことあるっていう人はいると思うんですけども、このタイプのスニーカーはなかなかいないんじゃないのかなと思います。ワンスターのローファータイプっていうのはかなり昔にちょっとだけ出ていたことがあるんですね。で、日本でヴィンテージの復刻が開催されてから1回か2回ぐらい復刻してるみたいなんですよ。ネイビーとか黒とかのスウェードが出ていたりして、で今回はこのスウェードの茶色タイプとスムースレザーの黒タイプの2種類ですねが発売されました。で、私はこの茶色の方を購入しました。最近ちょっと秋めいてきているっていうこともありますし、自分の中で今季はちょっとブラウンを着たいなっていう気分だったので、普段黒ばっかなんですけどデニムとかに合わせて履いてあげたいかなと思います。フィールラベルがワンスターってなっていて、コインローファーの隙間のところは星型になっていますね。手の中の感じが感じで、裏がコンバースアディクトラインの特徴でビブラムのソールになっているっていうのが特徴なんだろうなと思います。耐久性がすごくあるので削れに強いっていう感じですね。アディクトラインなのでちょっとお値段が怖いんですけれども、28,600円ぐらいだった気がします。スニーカーにしてはちょっと高い方だなと思います。ちょっとヴィンテージのマニア向けのスニーカーなので、ちょっとそこがお高くなっちゃうのはしょうがないのかなと思います。中を見ていくと、コンバース Producted in USA in 90s and then redesigned in Japan で Made in Indonesia っていう感じですね。今回のローファーですね、ここがゴムになっていて、結構スリッポンというか履きやすい感じのデザインになってるのかなと思います。履き口も結構大きめなので普段のサイズよりもちょっと下げた方がいいかなと思います。ローファータイプで紐で縛ったりできないのでフィット感が気になってハーフサイズ下げました。店員さんもですね、下げた方がいいですよっていう感じで接客してもらったので、サイズを今回下げる人多かったみたいですね。普段の私が履いているナイキのサイズからすると1センチぐらいかな。ちょっとコンバースの US サイズとナイキの US サイズってチャートがずれたりしてるので難しいかなと思うんですけれども、ナイキの日本のサイズ、センチサイズからは1センチ下げてます。前回購入したコンバースとラブレットがコラボしたジャック・パーセルオールスターってあったじゃないですか。あれからは、ハーフサイズ下げてます。履いてみてかかとが浮かないギリギリのサイズっていう感じですね。やっぱりローファーで新品の時からかかとがカポカポしちゃうと履いていくうちにゴムの部分も伸びますし、革自体も伸びて広がっていくので、あとはこの帰りもついてきて馴染んできた時に抜けやすくなっちゃうっていうことがあるので、最初はつま先が当たって痛くならない程度にタイトめに履いてあげるっていうのがいいんじゃないのかなとは思いました。で、私はですね、これ原宿店で購入したんですけども、オンラインではちょっと買えなくて、ダメ元でちょっと見に行ってみようかなと思って見に行ったら、たまたま合うサイズが残ってたんですよね。メンズの大きいサイズに関してはもう完売しちゃってたんですけども、残っているサイズで普段のサイズとは違うんですけれども、一応試させてもらっていいですか、履いてみたらこの子が大きめっていうこともあって、このサイズでぴったりですねっていうことで、無事に購入することができたっていう、ちょっとラッキーな体験でしたね。なのでちょっと衝動買いというか、発売日当日に買いに行ったわけじゃないんですけれども、ふらっと寄ったら売ってたので衝動的に買ってしまったっていうアイテムですね。スウェードもいい感じの綺麗なスウェードを使ってますね。キメが細かい気がします。履いてみましょうか。はい、履いてみました。どうでしょうか。こんな感じで普通のローファータイプのスニーカーなんですけれども、やっぱりこの星の部分がかなり目立つなという気がします。
はっきり言っちゃうとダサい感じが出てると思います。なんだろうな、めちゃくちゃこうかっこいいスニーカーっていうよりもちょっとナードな感じでダサくて、おじさんがさりげなくこう履いていて、コンバースのローファーなんてあるんですねっていう感じなんですけれども、実はめちゃくちゃこだわっているスニーカーっていう感じですね。分かる人にはそれ選ぶなんて結構通な感じですねみたいな、そういう遊び方のしているスニーカーなのかなと思います。結構だから年配の方とか、昔これ当時出ていた時知っているよとか、30、40代とかのおじさんとかが結構買ってそうなイメージですかね。ちょうど今の時期っていろんなローファータイプのスニーカーがニューバランスとか純也渡辺とかコラボして出しているじゃないですか。そういう流れもあってコンバースさんもローファー出してみようかなっていう感じだったのかなと思います。でサイズは下げたんですけど、このかかとの浮きもなくてちゃんとこうついてきてくれてますよね。かかとがハーフサイズ下げましたけどちょうどいいですね。でつま先も痛くは別にないですね。結構、詰まってる感じはやっぱりするんですよ。普段のスニーカー、紐のスニーカーに比べて若干詰まってる感じはするんですけれども、当たってはないって感じですね。なんでこう屈伸をした時とかどうなんだろう、ここにシワが入ったりした時にややきつく感じるかなぐらいですかね。歩いてて明らかにぶつかって痛くなっちゃうっていうことはないんじゃないのかなと思うんですが、まだこれ買ったばっかりで外で履いてないので、ちょっとそのあたりはこれから外で下ろして検証していこうかなと思います。もしダメだったら概要欄とかコメント欄にちょっとダメでしたってことを追記で書こうと思うのでよろしくお願いします。どうですかね、皆さん的には。これ買ってる人もあんまりいない気がします。スニーカー好きの人とかでもなかなかちょっとニッチすぎるので、あとお値段も高いので、よっぽど通な感じの人じゃないと買ってないのかなとは思います。ただオンラインも結構完売しているところが多いので、意外と人気が高かったスニーカーなんじゃないのかなと思います。取り扱いのある店舗さんとかではまだ残っているかもしれないので、気になった方はですね、ぜひちょっと探してみてほしいです。サイズ感はちょっと大きめなので、試着できたら試着した方がいいかなと思います。そんなところですかね。では今日はちょっと簡単な紹介動画になっちゃったんですけれども、コンバースのアディクトラインのスニーカーを買ってきましたよっていう動画でした。また何かありましたら動画作っていこうと思うのでよろしくお願いします。ではまた。